おはようございます。ケンです。今日はこの年末年始に一気に出てきたテスラ関連のニュースを整理しながら、テスラは本当に減速しているのか、それとも次のフェーズに入っただけなのか、この問いを僕なりの視点で整理をしていきたいと思います。まずは結論から先にお伝えしておきます。今のテスラは EV メーカーとしては踊り場に見える。でも AI と自動運転の会社としては明確に次のステージに進んでいる。この視点を持てるかどうかで、今回のニュースの見え方は180度変わってきます。年末年始、テスラに関しては、一見するとネガティブに見えるニュースが多く出ました。Q4 の納車台数は前年割れ見通し、2025年通年でも納車台数は減少する可能性、テスラ自身がそれを公式に公開するという異例の動き、普通に考えればテスラは失速している、そう判断する人が増えてもおかしくありません。ただ、同じタイミングで全く逆の意味を持つニュースも同時に出てきています。世界累計生産台数は900万台を突破。モデル Y は3年連続で世界で最も売れた車。FSD はゼロ介入でアメリカ横断を達成。サイバーキャブは生産開始が公式に確認。テスラセマイは DHL の実運用に入った。これはかなり情報がバラバラに見えますよね。今日はこれらを単発のニュースではなくって一本のストーリーとして整理する動画です。まず最初に見ておきたいのがテスラが公式に公開した2025年 Q4 の納車コンセンサスです。これはアナリスト予想の平均値をテスラ自身が IR サイトでまとめて公開したものです。これはかなり異例です。普通企業は自分たちの業績予想もしくはガイダンスは出しますが、アナリストの平均予想を自分で公表することはほとんどありません。しかもその数字が前年割れを示すものだった。Q4 の納車の見通しは約42万台、前年同期比で約 15% の減少、通年でも2025年は約160万台前後と見られています。この数字だけを見ると、テスラは明確に減速しています。ではなぜテスラはあえてこの数字を先に公開したのでしょうか。ここが今回のニュースの一番重要なポイントです。僕はこれを失速の告白ではなくって期待値の再設定だと見ています。これまでのテスラは常に市場の期待を上回ることを前提に評価されてきました。だからこそ少しでも未達になると株価は大きく売られる。今のテスラは EV 市場の競争が激化し、補助金環境も変わり、価格引き下げも続けてきました。短期的に数字が伸びないことは内部ではかなり前から分かっていたはずです。だからこそ今回先に期待値を下げておくこの選択をした。これは短期の株価より中長期の信頼を優先した判断だと僕は思います。そしてこの納車減速のニュースと必ずセットで見なければいけないのが世界累計生産900万台突破というニュースです。900万台です。テスラが最初の100万台を作るまで実に16年以上かかりました。そこから200万、300万、500万と加速度的に増えていき、今回900万台に到達しています。しかも900万台目はギガ上海で生産されたモデル Y でした。これは象徴的です。モデル Y は3年連続で世界で最も売れた車という評価も出ています。これはガソリン車を含めてです。ここで一度立ち止まって考えてみてください。もしテスラが本当に終わりに向かっている会社だとしたら、世界一売れる車種が3年連続で出るでしょうか。900万台という生産規模に到達できるでしょうか。答えはノーです。では、なぜ数字は減速しているように見えるのか。それはテスラが量産フェーズの完成に近づいているからだと僕は考えています。モデル3とモデル Y はもはや新製品ではありません。完成度が高く市場に十分行き渡った。これはネガティブではなく成熟のサインなんです。そして成熟した製品から
次の成長エンジンへ移るタイミング、それが今です。そしてその次が何なのか、ここで登場するのが FSD、ロボタクシー、サイバーキャブ、テスラのセマイ、このラインです。FSD については、ついに象徴的な一線を越えました。アメリカの東西を人の介入ゼロで横断。これは技術デモではなく実装校の実績です。重要なのは、これが完全自動運転が明日から解禁されるっていう話ではないことです。重要なのは、アルゴリズムとしての完成度が確実に次の段階に入ったという点です。そして同じタイミングでサイバーキャブの生産開始が公式で確認されました。これはいつか作りますよっていう話ではありません。もう作り始めているんです。つまりテスラは今、売上を最大化するフェーズからネットワークを作るフェーズへ静かに移行しているということになります。では、ここからはこの流れを投資家としてどう見るのか、2026年以降、テスラはどこで再加速するのか、この2点を整理していきます。まず、アナリストの予測についてです。今回の年末年始のニュースで少し見落とされがちですが、かなり重要な数字があります。それが2029年に向けてテスラの販売台数は再び倍増するというアナリストのコンセンサスです。2025年は約160万台、2026年は175万台前後、そして2027年には200万台を超え、2029年には300万台以上、これがウォール街の平均的な見方です。ここで大事なのは、この予測がモデル Y がさらに爆売れする前提ではないという点です。すでに市場はモデル3、モデル Y が今以上に指数関数的に伸びるとは考えていません。では、なぜそれでも2029年に倍増するという数字が出てくるのか。答えはシンプルです。車の売り方が変わる前提になっているからです。これまでのテスラは1台売って終わりのビジネスでした。今後のテスラは1台がネットワークに参加し、継続的に価値を生む存在になる前提で評価され始めています。その中心にあるのがサイバーキャブとロボタクシー構想です。サイバーキャブはハンドルもペダルも持たない完全にロボタクシー前提の車両です。これは人が所有するではなくサービスの一部として存在する車。ここが多くの人がまだピンときていないポイントです。サイバーキャブが1台売れるっていう表現自体がもう正確ではありません。サイバーキャブは1台で何年も何十人分もの移動を生み、その度に収益を生む装置なんです。つまり販売台数以上に重要なのは稼働率なんです。仮に個人向けの車として売るなら、年間数十回しか使わない車がロボタクシーになれば一日中走り続ける。この構造を考えると、販売台数が少ないっていうのが成長していないっていうことは必ずしも言えなくなります。では次にテスラのセマイについてです。DHL がテスラのセマイを実際の物流現場で使い始めました。これはかなり重要な意味を持っています。なぜなら物流の世界は理想ではなく数字で判断される世界だからです。本当に走るのか、本当に積めるのか、本当にコストが下がるのか、これがクリアできなければ一切採用されません。DHL はそれをクリアしたから使っている。しかも今後さらに拡大する前提です。そしてここで注目するべきなのは、テスラのセマイもまた1回売って終わりの商品ではないという点です。充電インフラ、ソフトウェア、将来的には自動運転、大型トラックが自動化されたとき、物流のコスト構造は根本から変わります。テスラは今、個人向けの EV メーカーという立場から、移動と物流の OS を作る会社へ移行しているんです。では、ここまで聞くと、株は買いなのかという話になりますよね。僕はここで一つだけはっきりと言っておきたいことがあります。今のテスラっていうのは、短期で分かりやすい成長を期待する銘柄ではありません。納車台数が1四半期ごとに伸びて株価もそれに連動して上がる、そういうフェーズはすでに終わっています。
今のテスラは正直信じれるかどうか、ここが問われる会社となっているんです。FSD は本当に社会実装できるのか、ロボタクシーは法規制を突破できるのか、人々は自動運転を受け入れるのか、これらにイエスと答えられる人にとっては、今のボラティリティはチャンスになります。逆に数字が減ったっていうのが終わりという見方しかできない人にとっては、今のテスラは非常に不安定に見えるでしょう。では、そういったことを踏まえて最後に、今回の年末年始のニュースを一言でまとめます。テスラは減速しているのではない。評価軸が変わり始めている。EV メーカーとしてのテスラは成熟期に入った。AI と自動運転の会社としてのテスラはようやくスタートラインに立った。この2つが同時に起きているからニュースが分かりにくくなっているだけです。2026年、サイバーキャブが街を走り始めた時、テスラのセマイが自動で物流を回し始めた時、その時2025年の納車台数の減速っていうのはただの通過点だったと振り返ることになるかもしれません。はい。ではね、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は休場ではありますけれども、去年は449ドルで終えています。この株価が今年どうなっていくのか、また皆さんと一緒に毎日チェックして応援をしていきたいと思います。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、冬の会の日程が決まりました。ぜひ真冬の輻射熱、床暖房とはまた違う暖かさの次世代技術、これを体感しに行きませんか？こんな方におすすめということで、真冬のヒートショックが怖い方、逆に真夏の家での熱中症が怖い方、家の断熱性が悪くて夏が暑くて冬は寒い、これをどうにかしたい方、また経営者の方でオフィスの空調をどうにかしたい、電気代が高くなってしまい困っている、そんな方におすすめです。去年一緒に行った人で体感された翌日に買われた方がいます。その方は両親の家に設置しました。この理由が家も古くなり断熱性もない。また真冬のヒートショック、真夏の熱中症もエコウィンがあれば解決してくれると思ったからというものです。ぜひどんな感じなのか、これは体感しないとわからないところではありますので、ぜひ体感をしてもらいたいと思います。では日程ですけれども、1月23日の金曜日、こちらはエコファクトリーの熊本本社で行います。福岡からは一緒に行きましょう。僕が車を出します。熊本空港まで来られる方は空港からの送迎はします。時間は10時から15時ぐらいを想定しています。そして2月9日の月曜日、こちらはエコファクトリーの東京支社で行います。東京は定員が10名です。残り6名となっております。僕も朝一で向かいます。時間は10時から12時です。その後は近くでランチして解散という感じで予定を立てています。ぜひ行ってみたいなと思われる方がいらっしゃったら、僕の公式 LINE の方から問い合わせの方をよろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。